皆さんこんにちは。おさぜん農園の長村です。9月に入りましたね。いちご農家にとって、9月というのはですね、いちごの定食時期というところでですね、かなり心の中がそわそわと言いますか、いよいよ来シーズンが始まるなという、そういう月かなというふうに思っておりまして、定食をですね、おさぜん農園では9月の10日前後から始める予定にしておりまして、本当もうこの1週間で定食までの準備を今まさにやっている最中でございまして、今回の動画ではですね、定食の前にやっていることですねを皆さんにご説明できたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、早速なんですけども、今こういう状況なんですけども、ちょうどですね、今日朝から熱消毒の黒マルチを外した後の状態ですね。土の様子見てもらおうかな。土がこういう感じで、ふわふわな感じでなってますという形ですね。幸運もしちゃってるんで、ちょっとヤシ殻っぽいというよりはピートモスっぽいなっていう形で、ちょっと細かい粒子が表面には多いですけども、これ乾いてきたらですね、ヤシが多いので食後はスムーズにいくんですけど、こういう形になってます。で、うちの方ではですね、ここからじゃあ何するかなんですけども、まず一番大事なことはですね、実はここに灌水チューブ前まであったんですけど、実はこれもですね、今マルチともに外しました。まずおさぜん農園ではですね、井戸水を使っておりまして、本当に井戸を掘ったりそこが出てくる水で灌水しているんですけども、以前も動画でも2年前かな、水分調査しましたってあったと思うんですけど、もともとこの土地自体がですね、鉄分金気ですねが多いところで、一応工夫はしてるんですけども、どんどんチューブの中に鉄分が溜まってしまって、点滴チューブの小さい穴なんで、そこに鉄分がくっついちゃって、でもう要は噛んでたらもう詰まってしまって水が出ないということが起きますので、多くの農家さんもされてるかもしれませんけど、うちの方でも灌水チューブは1年に1回この時期このタイミングで交換してます。熱消毒中はたまに水あげてるので、熱消毒中水が必要、点滴チューブが必要で取ったタイミングで古い点滴チューブを交換して新しいのに取り替えるというところで、やっぱりね、新しい点滴チューブを使うことによって各場所に対して与えれる水が均一化されますので、本当に生育ムラがないっていうところがやっぱ一番大事かなと思います。例えばチューブがですね詰まってしまったりとか出が悪かったりすると、いちごを植えてからですね、水が多いところ少ないところできてしまうと、やっぱり生育ムラができてしまって、これはあんまりよろしくないので、生育ムラないように新しいチューブを張り替えております。ちなみに何かコツとかってあるんですか？引っ張りすぎない、熱で伸びたりとか、結構冬縮んじゃったりとかする。はい。切っちゃうのよ。まず点滴チューブを向こうから張ってきて、でお互いである程度たるみを取ってベンチの真ん中に持ってきます。で接続部分に接続するんですけど、ここでチューブの先端を差し込んで、しっかりと接続部分奥に入れるイメージで、しっかり奥に入ったらまたこれかしめて締めます。でしっかりと締めれたら
向こうである程度ピンと張ってもらってアルミを取ってもらう形です。点滴チューブの向きなんですけど、チューブの穴が上向きになってます。ここは鉄分が多い水なんで、点滴チューブのこの穴の部分がそれで詰まってしまったりとか、下の土で詰まってしまう可能性があるので、ここは上にしてます。で、向こうに行きます。チューブの金具っていうのがあるので、そこが曲がる部分にならないように、まあちょっと引っ張って場所をいじってから3つ目ぐらいにしようか。で、金具と金具の間を切ります。まっすぐに。なんでかというと、まあこれつけて、こう曲がる部分がちょうど金具に当たるようにしてパッカーで留めます。で、この先がこの金具のところだと入らないので、このちょうど間、これぐらい入るのでいいぐらいに場所を取ってしっかり入れて回すと。で、終わりです。でこの後何するかというと、今日マルチ剥がしてみて気づいたこととして一つ挙げれるのが、若干部分的にですね、土が減っちゃってるなと。多分株取りもして熱消毒の時にちょっとこう沈んでいったりするんで、土がへこんで、例えばここボコッと穴開いてますよね。ここねへこんでますよね。とか、まあ他のところも見てもらうと、よく見てもらうとですね、このベンチの高さよりも低い、ベンチよりも低い状態の土のところに苗を植えてしまうと、いちごを育てた後ですね、こうかんざしが出てきます。いちご軸が出てきますよね。いちごがね、花房が出てきます。その時にここが低い位置だと、ここでもうポキッと折れることになりますので、そうならないように、この高さよりも上、最低でもこうフラットになるぐらい、まあこういう形ですね。ちょっとこうこんもりしてますよね。ここで植えると軸ですねが折れずに折れるんですけど、まあ、折れないように高い位置に土がなるようにします。だから今日からですね、ちょっとこうへっこんでるなところだけ土を追加しようかなというふうに思います。定食前にしておくことの中でもう一つだけ皆さんにお伝えしておこうと思います。やはり定食しますと、当初は水管理するかもしれませんけど、やはりこうすぐに液肥投与することになると思うんですけど、この液肥のコントローラーの部分の割とこの夏場を過ぎると、こういう換水チューブのこうチューブのところとかですね、こういうところにですね、2、3ヶ月液肥を使わない時期が続くと、そこにこう残ってた肥料とかが固まってしまって、でこういうチューブのところにですねくっついちゃってるんですよ。でそれがくっついたままだと、先ほどの鉄分と一緒で、じゃあ液肥使おうって時にうまく機械が液肥を吸ってくれないとか、そういうことがね起きます。っていうのも、まあおさぜん農園でも何年か前ですね、定食して、そろそろ活着したし液肥あげようと思っても、あれ液肥出ないみたいな、そういうこともあったりしたので、それね定食してると結構バタバタしちゃうので、こういったメンテナンス関係はですね、定食前にしておいて一気に定食をやっていきたいので、そういった細々したメンテナンスとか、ハウスの清掃とかですね、そういったことは全部済ましていきたいなというふうに思います。ですから皆さんも特に新規就農で2年目以降の農家さんとかは、こういった液肥の換液装置も含めて忙しくなる前にしておくことをお勧めしております。はい、いかがだったでしょうか。最後ね、ちょっとまとめますと、定食前に行っておくこと3つありましたね。換水チューブ
の交換、培地の補充、そして液肥コントローラーも含めて各機械の、メンテナンス、この3つをですねしっかりした上でいよいよ定食という形に長善農園ではしております。なぜねこれ口酸っぱく言ってるのかと言いますと、やはり定食始まるとですねやっぱり気持ちがですね定食一択になるんですよ。それがやっぱ2週間3週間本当にもう定食のことだけ考えて作業したいなというふうに思ってますので、そういった定食以外のところを前もって終わらせておいて集中してきたらなというふうに思っております。で最後にですね、改めまして、告知をさせていただこうと思います。 YouTube 生配信&インスタライブをですね9月17日土曜日午後7時から行いたいと思います。基本的には皆さんのご質問を受け付けてお答えする質問コーナーの形にしたいなと思いつつも、定食最中だと思いますので、定食中のお困りごととかですね、うちでこういうふうに植えてますとか、そういったことを皆さんと一緒に考えて意見交換できたらなというふうに思っておりますので、皆さんふるってご参加ください。よろしくお願いいたします。はい、以上で今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。